皆さん、こんにちは。バタです。今日はパルタオの教育政策の一部をご紹介します。パルタオは政治、経済、軍事、外交、教育、いろんな政策の考えを持っていました。特にその中で教育政策に非常に熱心でした。今日はその教育政策に一部をご紹介します。パルタオは各地域の希望に合わせて小学校、中学校、大学を各地域で作るべきという考えを打ち出しました。この中での大学っていうのはおそらく高校のことかもしれません。はっきりその辺がわからないです。大学の場合は外国語、あるいは体育の科目も入れるべきという考えでした。また、大学では新聞や雑誌を作るべき、そしてその内容はなるべく庶民がわかりやすい言葉で表現するようにという考えを持っていました。そして当時のおいらの各家族は大体子供を僧侶にさせるそういう習慣がありました。結構例えば一家族から一人二人普通にお坊さんになっていました。それでパルタオはそのことに深い疑問を持っていました。一つはやっぱり人口への影響ですね。もう一つはやっぱり教育とか仕事とかに影響するってことですね。そのためにパルタオは各家族の子供は本人が好きで自由に生きたいんであれば生かせるべき。例えば一家族に子供一人だけの場合は、僧侶に生かせない。あるいは二人いても必ず本人の意思を尊重して、例えば子供が二人の場合は本人の意思を必ず尊重するべき。強制的に僧侶にさせるべきではないという考えでした。そして当時オイラの社会では子供たちをお坊さんにさせるっていう習慣が広くありました。それでパルタオはそのことに対して深い疑問を持っていました。パルタオは例えば一人っ子の場合は僧侶にさせるべきではない。二人でも必ず本人の意見を尊重するべき。強制的に僧侶にさせるべきではないというそういう考えを打ち出しました。そしてパルタオは国、政府に対して1年の休暇を取りたい。そしてアメリカやヨーロッパいろんな国を回って、その国の行政のあり方を細かく見学、観察してきたい。そして戻ったらそれを本にして地方に配りたい。そして地方を回ってその海外で見学を観察したことを解説していきたいという、そういう考えを打ち出しました。パルタオは、新疆ウイグル自治区のアルタ地区で、行政のトップを務めているときに、一回ふるさとに戻ることがあって、その途中で新疆ウイグル自治区のホブクサールというところを寄ったんですね。そこの行政のトップと会って、いろいろ意見交換をしたんですね。その時にパルタオは、これからは世襲的な王の子供が王になる、あるいは元のリーダーの子供がまたそれを引き継ぐっていう、そういうあり方はダメです。これからはやっぱり知識がある、能力ある、そういう人が行政のトップになるべきという、そういう考えをその方に述べたそうです。そして最も興味深いことは、パルタオは新疆ウイグル自治区のオイラーの地方のいろんな王様や権力者、影響力ある人たちを集めて、オイラーの教育発展について話し合いをすることをしたんですね。その場ではパルタオは大胆な教育政策を打ち出したんですね。それは各地域から500人の
若者を集めて海外に留学させて人材育成をしましょうっていうことをみんなの前で言ったんですね。そしたら一部の人が黙ってじーっとしてて、遠いところにふるさとの若者を迷子餌食にするつもりですか？その若者たちはどうやって帰ってくるんです？僧侶になる人の人数が足りなくなりますよとか、そういう意見も出たそうです。ふるさとの若者を海外の売るつもりですかとか、いろんな反対意見が出たそうですね。ほとんど賛成の意見が出なかったです。そういう状況の中でも、パタオは教育への熱心が冷めずに、自分の子供たちを海外に留学させたんですね。自分の長男をロシアに留学させて、2番目の息子をドイツに留学させて、長女をフランスに留学させたんですね。すごい行動力ですね、その時。みんなから反対されても、やっぱり教育でふるさと、おいらを良くしたいっていう気持ちが非常に強かったんですね。その後、ふるさとの子供たちを海外に留学させて人材を育成するっていう政策が実現できなかったんですけど、やっぱりパタオの教育政策への教育でふるさとを良くしたいっていう気持ちが、やっぱりパタオの教育でふるさとを良くしたいっていう熱い志があって、自分の王の城の中に学校を作って、地元の農民や遊牧民、貧しい人の子供たちからも学費もらわないで、そういう学校を作ったんですね。それぐらい教育にかけてたんですね。だから当時、いろんな反対勢力、反対意見があったんですね。例えば、当時の清朝政府からも反対されて、しかも軍閥政府からの反対もあって、そして地元の人々の普遍的な古い考え方、持った地元の人たちからも理解されず反対されて、しかも、おいらの地方にいろんな王様や権力者たちからも反対されて理解されなかったんですね。とても残念。だから私、このパタオの500人の子供たちを海外に留学させて、人材育成を育てようっていう、この考えを毎回想像するときに興奮するっていうか、すごい非常に、その政策が実現できなかったことを非常に残念に思いますね。もし当時、その政策が実現できてたら、もうその500人全員優秀な人材になれなくても、3分の1あるいは半分の人が研究者あるいは起業家あるいはエンジニア、いろんなそういう人材になってれば、おいらと全体に大きな貢献できたはずですね。おいらの条件もだいぶ違ったんじゃないかと想像しながら思ったりします。残念ながらそれが過去実現できなかったから、だから現在そういうパタオみたいな方が一人出てきてほしいな。あるいはもっとたくさんそういう人が、そういう考え持ってる人を出てきてほしいなと思っています。今日はパタオの教育政策考えの一部を紹介しました。ご清聴ありがとうございます。また次の動画で会いましょう。